今回は爆弾パテで持ったヘッドのメイクをしていこうと思います。今回のメイクは2段階ありまして、まず1段階目はこのパテ盛りの部分の色の違いをパステルで塗って差をなくして、その上でメイクをしていくっていう感じで2段階ですね。でまず1段階目のこのパステル塗りっていうのをやっていこうと思います。画面向かって右側の方が何も加工してない方なんですけども、ここら辺見てみるとパテの部分とソフビの部分の色の違いっていうのが結構わかると思います。でこのままメイクをしてしまうと、例えば上まぶたの化粧はここまでしか使わなかった時に、この部分の白い部分が地で残ってしまってちょっと違和感あるかなっていうところがあるので、爆弾岩さんはパステルを使ってパテ盛りした部分の色を合わせるっていうことをやってらしたので、私もやってみました。でパステルはですね、今回使うのは Amazon さんで売ってる激安のソフトパステル、何色セットでしょう、これ64色セット、確か2000何ぼだったと思うんですけども、これをちょっと使ってみたいと思います。これですとこういう濃い肌色とかちょっとしたオレンジ、黄色とかがあるので、組み合わせして色を合わせられるかなと思うので、これを使ってみます。爆弾岩さんはこの白と肌色を混ぜて使っていたので、それを私もやってみたいと思います。削ります。これ100均で買ったメイク用のブラシなんですけど、これでしっかり色をこう塗り込めるかっていうのをちょっとやってみますね。この愛と口は、今回用に作ったものです。なんかこの肌色普通にすればいいですね。なんでこっち側はこんな色が違うかっていうと、白とか肌色とか、あともう少し濃い色とかを混ぜたりして、いろいろちょっと試したんですね。素直に肌色塗ればほとんどいいんじゃないかって。よいしょよいしょ。でこの上の方ですよね、重点的にやった方がいいって言っては。なんだ、普通にいいじゃないかって。どうかな。白も使わなくてもいい感じですね。これ一回試しでやったんですけど、どうでしょうか。結構いい感じなんですけど、このソフビの部分にパステルを塗ると、ソフビの方が濃いからパステルが乗っかってより濃くなっちゃうっていう、そういう感じですね。許容範囲といえば許容範囲ですが、この濃さっていうのがちょっと気になるかなと。で私が考えたのは、この濃い部分、ソフビに乗ってる部分のパステルをヤスリで消したり、少しこの枠周りが濃くなってますね。じゃあヤスリを用意して、あんまり削るといろいろ削れちゃうんで、紙ヤスの2000番を使ってこの周りを優しく取っていこうと思います。メラミンスポンジとかでもいいかもしれないんですが、ちょっと良くなってきてますね。ここら辺はメイクとか形によって一概に言えないんで、私の場合は今回男の子のメイクなんで、あんまり濃くしない予定ではあるので、ただ濃くした方がサンズハルチオの場合はちょっといいかなと思ったりしてるんですよね。なので、これ残っててもいいかなと思うんですけど、どうでしょうか。ここで紙やすで削る前と削った後の比較動画が出ればいいんですけども、どうでしょうか。出ますか。出るか出ないかは編集時にちょっと決まるので、今の段階では分かんないんですが、いいかなと。この縁のところは多少パステルが落ちたので、いい感じがします。あとは上まぶたの部分ですね。ここのパステルはここにパステルが乗るのは今はもう限界
かな。塗らない時よりか塗った時の方が差がないですね。スプレーしたので愛と口は取っちゃったんですけど、1回目でこれですね。2回目、もう1回ぐらい塗ればなんとなく大丈夫っぽいんですよね。ではメイクしていこうと思うんですけども、ハルチオはバージョンがなんかあるんですよね。最初が灰色っぽくて、で、大人になったらピンクになるんですかね。で、ピンクの方がなんか雰囲気あるんで、ピンクの方でちょっと作っていこうと思います。リクエストしてくれた方が、どっちが希望だったかってちょっと聞かなかったんですいません。いつもですね、こう、輪郭が難しいとか、眉毛が難しいとか言って、書き直しが難しいとかって言ってるんで、今回は水彩色鉛筆、これはファーバーカステルさんの色鉛筆をですね、ちょっと使ってスタジオを描いていこうと思います。結構、春千代くんは、アンニュイな、こう、上まぶたが重い感じの表情ですよね。それがうまく表現できるか。通り部のキャラクターに言えることなんですけど、眉毛が結構特徴的ですよね。こう、はっきり書いてあるっていう。結構面白くてですね、こう男気があるっていうんですか、ハマって今、映画もアマプラで一作目見て、聖夜決戦でしたっけ、あれが YouTube で、毎週再放送されるんで、それを今見てるところなんですけど、まだサンズ・ハルチオって出てこないんですよね。あれこれ下書きすぎ。水彩色鉛筆はですね、水でも綺麗に消えるんで、とても下書きはやりやすいですね。じゃあイメージしやすいように眉毛こんな感じ。眉毛、通り部のキャラクターってかっこいいんですよね、みんな。こんな感じ。反対側が難しいんですよね、これ。水彩色鉛筆はソフビに直接描くっていうと全然色が乗らないので描けないんですけど、艶消しスプレーを吹きつけると結構表面がザラザラになるんで、こういう感じではっきりとですね、水彩色鉛筆の色が残ります。じゃあ一旦顔はこれで、仮でいいとして、この口のところですね。本編読んでないんですけども、なんかこれってなんでこうなってるのかっていうのが結構大きいんですよね、これ。
では1年ぶりのメイクをしていこうと思います。色は昔買ったリキテックスさんのミディアムマゼンダ、これをグラデーションメディウムで薄めて使います。さっき色鉛筆で下書きした部分の確定をしていこうと思うんですけど、どこら辺までいくか悩んでるんですよね。さっきの色鉛筆の色とすごく似てますね。なんか違いがわからないんで、もうちょっと色を変えた方が良かったかな。こんな感じの下書きができたので、色鉛筆をですね、ちょっと消したいと思います。ほとんど同じ色なんで、なんかどこが合ってんだかなってないんだかわからないので、絵の具で濡れてるっぽかったところがだいぶ消えたんで、もう一回これをなぞってですね、さらにメイクをしていこうと思います。では次のメイクに進める前に、陰影を軽くつけてスプレーしておこうと思うんですけど、陰影もですね、あんまりつけすぎるとどうなのっていうのもあるんで、あまり男子のメイクは得意じゃないんですけど、こういうところですね、少し色つけて、凹凸、陰影つけた方がいいですよね。女性のコスプレイヤーを見ると、男性キャラの時って結構あの濃くな濃くやってますよね。こういうところとか鼻筋をこう出すのにねやってるんですよね。あんまりやりすぎるとちょっとなんで、軽くこういう目頭目尻とかも結構入れてますよね。アニメキャラっていう風に考えたらこういうのはいらないんですけど、似合った方が深みが出るんで、色は適当なんですけど。パステルを塗ったので一度強口スプレーを吹きました。これで、次はメイクの本番ですね。縁取りともう少しピンクが薄い感じですかね。それをちょいちょい調整していこうと思うので、
はい。ということで、今回はパテ盛りしてメイクをしてみたんですけども、ここら辺にソフビとレジンのこの透明度の違いがあるんですけど、メイクしちゃってるのでほとんど、わかんない感じがしますね。こっちが一回全部色を落として、もう一回パステルし直して、ここはわざとじゃなくて、ハルチ用のこのアイホールがこうなってるんで、ここの部分に線を入れたっていうのもあるんですけど、ほとんどわからん感じですかね。下まぶたも、もうほとんどこれはメイクが乗っかっちゃってるんで、この際ギリギリのところはパテなんですけど、わかるといえばわかんですよね。やっぱ色が違うんで、透明感が違うんで、ただですね、それが、なんて言うんですかね、パテだねとか、レジンだねという感じはないですね。ちなみにこのヘッドは、この間やったエルフちゃん、ちょっとメイクオフしちゃったんですけど、瞬間パテでかなり色を近づけたんですけど、瞬間パテはほとんど差がないですよね。これがレジンだとちょい差がある。ですけど、パステルやっちゃうと、あんまり変わんない、わかんないですね。やっぱりレジンいいですね。はい。ただ一つ気をつけなければいけないのは、ヘッドをですね、あまり強く押しすぎると、ここの境目がパキッと取れちゃうんですね。でも、ちょっと試したところ、一回パキッて取って、その間を瞬間接着剤でつけると、もう全然取れない状態になるんで、それもまた機械を作ってですね、動画にしてみようと思いますので、サンズアルチオはこれで終わりにしようかなと思います。リクエストくださったリスナーさん、ありがとうございました。ハルチオのメイクをしてですね、非常に勉強になるメイクができました。久々のメンズ、初めてのメンズ？そんなことないよな。やはりメンズはですね、女性のヘッドを使うにあたって、いろいろ工夫しなければいけないなっていうところが今回勉強になったので、またですね、リクエストいただければヘッドを作っていきたいと思います。今回も動画をご視聴くださいまして誠にありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。それではまたね。バイバーイ。